交通事業というのは主に鉄道分野の中の車両や地上、無線通信の分野で幅広い機器ソリューションの提供を行ってまいりました。昨今のデジタル改革の中で鉄道車両におけるクラウド型のライフサイクル管理ソリューション、我々はこれを鉄道 LMS と呼んでおりますけれども、この事業モデルの構築をかねてから手掛けてまいりました。2019年2月に東京メトロさん共同で開発させていただいた車両情報監視分析システム TIMA と呼んでおりますが、先行して運用を開始しております。また2019年の10月、東京メトロさん向けのシステムを発展させた LMS on インフォプリズムをリリースしまして、小田急電鉄様や東武鉄道様にもご利用を始めさせていただいております。東京メトロでは2700両強の車両をメンテナンス運用に関わる教育訓練を受けて熟知した上で、車両故障を発生させないように定期的にメンテナンスをしています。目的は車両故障の発生率の低減というところにつながりますが、検査力を向上させつつ効率化も図れるというところで、この TIMA を使った各装置の分析というのが非常に重要だと思っております。小田急電鉄は総延長 120.5 キロで運行しております。クラウドサービス、いろんなところに情報をオープン化できるというふうに考えております。当社としてもマースに関しては業界の中でも先頭を走っていると思いますので、やっぱりそこに対して車両側からデータを渡すことによってお客様の動向が変えられるというふうにも考えておりますので、やっぱりクラウドっていうところのメリットでは非常に大きいかなと思っています。当社は1都4県にわたってサービスを展開しているグループです。メトロさんでも広く採用されているシステムですので、相互直通している路線でも使えると。相互直通をするメリットというのは継ぎ目のないサービスができるっていうことはあるんですが、一箇所でトラブルがあると両方の線で運行が遅れてしまうというデメリットがあるんですね。同じプラットフォームですと対応がしやすいですから、お客様サービスとか運行トラブルの短縮につながると考えています。鉄道 LMS はできるだけ早期に機能拡張性とデータ保護やセキュリティ等々の信頼性に優れた、そして複数の鉄道事業者様の間のデータ連携、将来オープンな環境として関連機器メーカーまた他の企業様へサービスを公開する、そういうグローバルな展開も視野に入れて LMS on インフォプリズムのクラウドサービスにおいてマイクロソフトさんの Azure を採用させていただいたという経緯でございます。今は LMS on インフォプリズムというのは鉄道事業者様の業務効率化というものを第一義にシステム構築というのを図ろうとしています。並行してですね、旅客サービスの向上まで含めたモデルの構築が事業者様にとっての価値になりますので、最終的なゴールはマースまでを持っていくというふうに思っています。